こんにちは、たまおです。今日はジャンク品ではありません。たまおが以前購入した ROG A ライです。この ROG A ライなんですが、たまおですね、ちょっと不満な点があります。内蔵メモリが 16GB なんですよね。で、ちょっと物足りないなーということで、やっぱりどうしても 32GB あった方がいいなーってずっと思ってたんですよ。で、その内蔵メモリを 16GB から32GB に増量する方法があるみたいなんですよ。で、メモリを買ってみました。サムスンのメモリになります。タマオの ROG ラインにはマイクロンのメモリチップがついていて、それで 16GB です。今回購入したのはサムスンの 32GB です。速度も速いみたいですね。で、今回はこのサムスンのチップに交換したいと思います。では早速分解していきます。200度でプレヒートしていきます。外していきます。はい、清掃していきます。つけていきます。取り付け終わりました。サムスンチップに交換が終わりました。で、このままでは動作しません。もともとマイクロのチップがついていたので、CPU はマイクロンのメモリの動作モードです。サムスンの動作モードに切り替えます。ここにストラップ抵抗があります。ここにある抵抗をこっちに移して動作モードを切り替えます。ここに樹脂があるのでサーマルパッドで遮熱しました。では移し替えていきます。抵抗をここからこちらに付け替えました。では次に BIOS を書き換えていくので BIOS チップを外していきます。外した BIOS チップをアダプターにつけていきます。1.8V の高圧下駄につけます。今日は CH341A を使っていきます。
いろいろ試したんですが、ネオプログラマーしかうまくいかなかったので、今日はネオプログラマーを使っていきます。ディテクト。選択して、まずは読み込みます。終了しました。読み込みできているようです。はい、保存します。ここにネットから拾ってきた改造 BIOS があります。バイナリエディターで改造 BIOS を開きます。コピーします。で、同じく、先ほど保存したオリジナルの BIOS を開きます。オリジナルの BIOS は壊してしまうと二度と起動することができなくなってしまいますので、あらかじめコピーを取って保存しておくことを忘れないでください。オリジナルの BIOS を開いて、00528000に飛びます。ここから、ここですね、0052A3F0 のデータがあるところまで、ここまでを選択して、右クリックで貼り付けます。名前を付けて保存します。ロムチップに書き込みをしていきます。まず読み込んで、はい、読み込みました。消していきます。次にブランクチェックをします。ブランクになっています。改造した BIOS を開きます。書き込んでいきます。はい、ベリファイしていきます。ベリファイが終わりました。では、BIOS チップ戻して組んでいこうと思います。外します。つけていきます。はい、つきました。では、組んでいきたいと思います。今日は猫グリス使っていきます。それでは組み上がりました。電源を入れたいと思います。電源、オン。画面表示されました。デスクトップは表示されました。タスクマネージャーでメモリ確認してみます。来ましたー !32 ギガ認識されています。成功しました。ちょっといろいろ動作確認してみたいと思います。動作いろいろ確認してみました。結果はですね、パソコンとしてはサクサク動くようになりました。32ギガのメモリにしたので。ベンチマーク自体はほぼ変わらなかったです。メモリを増量したことによって、パソコンとしての動きは速くなったとは思うんですけれど、ゲーム性能としてはそこまで向上はしないのかなという結果です。なんですけれど、結果、ですね、このメモリを16ギガから32ギガに増量できたので、すごく嬉しいです。今回ですね、この改造にあたって参考にしたのが、海外の方で YouTube にアップしてる人がいます。その方はサムスンチップからサムスンチップに交換してるんですけれど、で、今回玉尾がやったのはマイクロンチップからサムスンチップにグレードアップする方法です。参考に動画の URL を貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。
ただですね、ちょっと今回このアップグレードは少し難易度が高いです。メモリ周辺のコンデンサーとかがすごくちっちゃいので、ちょっとですね、難易度が高いかなと思うので、自信がある方は試してみてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よかったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。